皆さんこんにちは。今日は冬にディズニーに行く時の持ち物を紹介したいと思います。いつも持っていくのがこういったちょっと小さめのバッグと大きめのトートバッグを2つ持っていくことが多いです。まず最初にこっちのちっちゃいバッグの方の中身から紹介したいと思います。一番最初に必要なものはタオルです。このタオルはお手洗いに行った時に手を拭くために持っていきます。最近は自動の風で乾かすやつとかも復活してあるんですけど、私は衛生的にタオルの方がいいかなと思うのでタオルをいつも持っていきます。次にお財布です。お財布はコンパクトなものを持っていきます。最近のディズニーはキャッシュレス決済をおすすめしていて、クレジットカードであったり電子マネーが使えるので、こういったちっちゃいお財布にカードだけを入れて持っていくことが多いです。使えるカードと電子決済はこちらです。次にこのお手拭きキャリーです。この中にはティッシュ、ウェットティッシュ、予備のマスク、大量のカイロ、ステッカー入れが入っています。運がいいとキャストさんからこういうステッカーをいただくことがあるので、そういったものが折れないように収納しています。カイロも何種類か持っていっていて、この大きい貼らないカイロと靴用のカイロ、これは靴の中に入れて足元を温めるものです。この貼るカイロも持っています。冬は本当に冷えるので、お腹とか背中にカイロを貼るのが必須になってきます。次にエコバッグです。エコバッグはこういった小さく折りたためるものをいつも入れています。パークではお土産の袋を買うのが有料になったので、こういった折りたたみ可能のエコバッグを持っていると良いかなと思います。これはイクスピアリで開催されているアンコール・ザ・モーメンツ展で購入したものになります。次にこういったジップロックです。これは何に使うかというと、パーク内でポップコーンなどを購入した際に食べきれなくってアトラクションの列に並ぶのが大変だっていう時とかにこっちに移し替えるとカバンの中に収納できるのでとても便利です。次にリップケースです。この中には香水とリップと爪用のオイルが入っています。最近はすごく乾燥するので、マット系のリップよりも保湿系のリップとかこういった保湿アイテムというものを持っていくことが多いです。続いてこちらのポーチです。中にはハンドクリームと常備薬、鏡代わりに使っているハイライト、絆創膏、予備のコンタクト、モアリップ、これは唇の保湿に使うものなんですけど、すごく人気で最近はあんまり売ってるのを見かけないんですが、これがすごく大好きでずっと使っています。こういった保湿グッズや予備のグッズというものがこのポーチに入っています。こっちのちっちゃいバッグの最後はこのリーナベルちゃんのポーチです。この中にはガジェット類が入っていて、カメラの小さな機材だったりとかモバイルバッテリーが入っています。これはすごく便利なモバイルバッテリーで、ここを外すと iPhone に直接させるようになっています。ケーブルがいらないのですごくコンパクトに充電ができます。ディズニーはすごく寒いので、なんだか充電が減るのが早い気がしています。特に最近はディズニーのアプリを使ってパスを取ったりとか抽選をしたりっていうことが多くて、携帯の充電が減るのが早いので、こういったモバイルバッテリーは必須になってきます。最近のパークでは有料の
充電レンタルがあるのですが、機と場合によっては借りれることができなかったりとかっていうこともあるので、ご自身で持っていくと安心かなと思います。ちっちゃいバッグの中身は以上です。次にこっちのちょっと大きめのトートバッグの中身を紹介したいと思います。このバッグはアイニャンさんがやっているブランドのアリームっていうアパレルブランドで購入したもので、ミッキーとミニーが書いてあってすごく可愛いです。こんな感じのトートバッグです。まず1つ目がポータブルクッションです。この中にはこういったクッションが入っていて、結構分厚めのクリスマスに買ったものなんですけど、これはレジャーシートとかの上に直接座るとお尻がすごく冷えてしまうので、こういったクッションを1枚敷いておくとあんまり冷えなくてすごく便利です。最近は Amazon や100均でも安いものを売っているので、よかったら見てみてください。次に手袋です。最近のパークは本当に寒すぎて手が全く動かなくなってしまうので、パレード待ちだったり開園待ちをされる方はこういった手袋が必須になるかなと思います。これはすごくあったかいんですけれども、特に指先が空いてたりするわけじゃないので、スマホをいじりたいっていう方はスマホをいじれる手袋を持っていくといいかなと思います。続いてレジャーシートです。これはパークで購入したものなんですが、コンパクトな薄さになっていて、カバンの中でもかさばらないのですごく重宝しています。パレードを見る方や開園待ちをする方っていうのは地べたに座るととっても冷たいので、レジャーシートを持っていくといいかなと思います。続いてちょっと大きなものです。これなんですけど、これ何かというと折りたたみの小さな椅子になります。商品はこんな感じで、実際にこれ広げてみると結構座り心地もよくって、それこそ何かを待機する時にこれを広げて待っておくと、レジャーシートの上とかさっきのポータブルクッションの上に座るよりも地面からの冷たさが伝わりにくかったりとか、あとは足や腰が断然楽です。長時間何かを待つっていう予定があるときはこういった折りたたみ椅子を持って行っています。最後にこの圧縮袋に入った謎の物体なんですが、これ実は広げるとこれはブランケットになってます。こういったブランケットで、これは劇団四季の美女と野獣を感激した時に購入したものになります。こういったブランケットって普通にカバンの中に入れると結構かさばってしまうんですけど、冬のパークにはかなり必需品だと思っていて、特に寒い中で長時間待つっていう時にこのブランケットがあるのとないのとでは全然違うので、こういうブランケットを持っていくっていう時は圧縮袋に入れて圧縮してから持っていくとかさばりにくくなっておすすめです。ちなみに服装はこういった感じで、モコモコのアウターや分厚めの服を着ることが多いです。中にはヒートテックや厚手のタイツなどを履いて防寒対策をしています。最後に番外編です。パークの中ではこういったかぶり物をかぶることが多いと思うんですけど、普段だったらこういったカチューシャを身につけることが多いです。これはカバンにぶら下げることができるカチューシャホルダーで、パークでいろんな種類のものが売っていてとても便利なんですが、冬のディズニーではカチューシャだけだと頭がとっても寒くなってしまったりします。そういった時におすすめなのがかぶり物です。かぶり物、覆いかぶさるものです。例えば有名なやつだとこの
トイストーリーに出てくるハムのかぶり物はよく見かけたことがあるかなと思うんですけど、こういう頭にかぶるタイプのものだったりとか、モコモコのキャップとかっていうものが今のパークでは出てるので、そういったもので耳まで覆いかぶせると寒さ対策にもなるかなと思います。以上が冬のディズニーの持ち物紹介でした。これからクリスマスの時期や冬の寒い時期にパークに行かれる方はぜひ参考にしていただけるととっても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。